こんにちは。お元気ですか？今日は水曜日、週の半ばですね。4月の23日水曜日。お仕事をみんな頑張ってる週の半ばですね。私も相変わらず週末とか平日とか関係ないんですけれども、パソコン開いて一人でぼちぼちといろいろやったり、頭を悩ませたりとかして、マイペースにね暮らしております。一昨日ね、炊飯器が壊れたんですよね。うわっと思って、炊飯のスイッチを押してちょっとしたらこうピピピピってなって、エラーってなってて、あれなんかエラーになってるなと思って、でもう一回やり直したら、やっぱり何分か経った後ピピピピってなってエラーになっちゃったんですよね。それで、これはもう壊れたなと思ってあっさりもう諦めたんですけれども、それで全然こう炊けてる状態じゃなかったんでね、まだ生のままでほんのりちょっと浸してる水があったかくなってるぐらいの状態だったんで、それをね普通のお鍋に移して、ガスで炊いて食べたりしたんですけれど、で今までねこうガスでご飯炊いたりとか、あとは前はちょっと圧力釜でご飯炊いたりしてた時もあったんで、全然こう余裕でご飯炊けるわと思ってたんですけれども、最近はねずっと玄米を私食べてるんですよね。白米じゃなくって。そうするとね、結構玄米だとね、普通の白米よりガスで炊くのがちょっと難しくって、炊き終わったかなと思ったらちょっと水が少なかったり、それを水がちょうどいいぐらいまでやろうとすると、ちょっとね底が焦げやすかったりとかして、微妙にこうおこげができた状態で炊き上げたんですけれども、そうそう、これは早めに炊飯器買わなきゃなと思って、結局壊れた日から2日経った時にアマゾンで注文しました。ちなみに注文したの昨日なんですけれども、でね、炊いてたご飯がもう昨日でなくなっちゃったんで、今日はもうご飯がないんですよ。もう鍋で炊くとちょっと玄米だとうまく炊けそうもないから嫌だなと思って、もう炊くのやめたんですけどね。だからね、今日朝起きたらねご飯がなくって、朝からそばを食べましたね。そばはね乾麺をいつもストックしてるんでね、私は10割そばが好きなので、そば粉100%のそばをね2種類ぐらいいつもストックしております。でね、昨日ネットで注文した昨日の夕方か夜かな注文したので、届くのが明日なんですよね。だから今日いっぱいはご飯がないなってことで、先ほどねちょっとスーパーに行ってきてパックご飯を買ってきました。レンチンするだけで食べれるやつね、いわゆる砂糖のご飯的なやつですね。それを買ってきて、久々にそういうパックご飯で白米のやつをね食べたんですけれども、たまに食べると白米うまいなっていう感じですね。そんな感じで炊飯器壊れちゃったんですけれども、何気にねこの炊飯器どれくらい使ったかなって思い返してみたら9年半ぐらい使ってるんですよね。いつの間にそんなにこう時間が流れたんだと思ってね、ちょっとびっくりしちゃいました。そりゃ自分も年取るはずだわなと思ってこの炊飯器9年半もこうね働いたんだったら、長持ちした方なんじゃないかなと思ってね、ちょっとね炊飯器にはねいろいろ感謝の賛辞を送りたいなっていうふうに思ってますね。でね、昨日Amazon で注文したんですけど、買う時ね私は一人暮らしなんでね3合炊きのものを買おうと思ってたんですけれども、3合炊きのをね注文したんですけども、注文する時ねやっぱり大きく分けてマイコンのやつかちょっとお高めの IH のやつかっていうのがあるじゃないですか。で
今まで使ってたのはね、マイコンの本当にシンプルな安い炊飯器だったんですけれども、なんとなく今回 IH 使ってみようかなと思って IH にしようかなって思っていろいろ検索してたんですけれども、なんか私炊飯機能以外にちょっといろいろこう料理もできるタイプがいいなと思ってて、まあどの炊飯器でもできるっちゃできるんでしょうけど、一応なんかいろいろ作れます的なね、米粉パンができますとかね、ちょっと煮込み料理作れますみたいなやつがなんとなくいいかなと思って検索してたんですね。で私煮込み料理とかは作んないんですけど、今まで炊飯器を使ってさつまいもをふかす時はいつも炊飯器でやってたし、あと小豆を煮る時、いわゆるあんこを作る時ですね、もう炊飯器でもう簡単に作ってたんですよね。だからなんとなくこう一応料理もできます的なのを歌ってるタイプの方がまあいいかなと思って、そういうのを探したりとかしたんですよね。そしたらね、なんか知んないけど料理がいろいろできます的なやつはマイコンのやつばっかだったんですよね。で逆に IH のやつはね、そういう料理いろいろできます的なやつがあんまってか全然なくって、もちろんご飯とかをね、いろんなこうモードで細かく炊き分けとかできるとかいうのはいろいろあったんですけど、逆に私そういうのめんどくさいからいらなくて、普通に炊けるくらいのやつで全然いいんで、それは逆にシンプルな方がいいなと思ってたんで、そうするとね、結構自分のニーズに合うのが IHじゃなくてマイコンの安いやつの方だったんで、結局ね、マイコンのやつを注文しました。いくらだったっけな、8900円とかね、そんな感じのやつだったと思います。なのでね、明日その炊飯器が来たら、やっとまた普通にご飯炊けるようになるなっていう感じで、今日はパックご飯で過ごそうっていう感じでございます。そんな感じですぐここ数日での大きなイベントっていうか出来事って言ったら、炊飯器が壊れて買い替えたっていう感じですね。あとね、去年の年末ぐらいからちょこちょこ言ってはいたんですけども、いつかね、気が向いたらライブ配信をね、一回どんなもんかしてみようかなっていうのは言ってたんですけれども、携帯も買い替えたことだし、そろそろ一回試しにね、どんなもんかやってみるかって思ったんですよ。で、なんか今までこうめんどくさかったのは、一応ライブ配信ってどうやるのかな、どんな感じなんかなっていうのを一応ね、いろいろ YouTube のその説明のあれ読んだりとかね、ちょっと試しにこういろいろやってみたりとかね、しなきゃなんないじゃないですか。そういうのがめんどくさくてね、大したことじゃないんですけど、めんどくさくって、いろいろ読むのとかもめんどくさくって、ちょっとしたことなんですけど、ちょっと伸び伸びになっちゃってたんでね、気が向かなかったんですね、要は。だけどね、ちょっと最近こんな感じなんだっていう知るっていう意味で一回ライブ配信やってみようかなと思ってね、ついにね、ちょっとね、やり方をチェックしました。それでね、パソコンの画面でやるか、それともスマホを使ってやるかっていうのを考えた時に、一回ね、非公開で自分でちょっとやってみたんですよ。やってみたらね、やっぱりね、こう画面は大きい方がいいなと思ったんで、自分が見るのにね、この配信を見てくださる皆さんはもうスマホだろうが、私がパソコンでやっているんだろうが、こう違いはないかもしれないですけども、私がそのコメントとかを読んだりとか、いろいろこうあれこれ見たりするのに、スマホ画面だとちょっとこうちっちゃくてやりにくそうだなっていうのがあって、パソコンの方でやるのがいいなっていう結論に達しましたね。どうなんだろう、ライブ配信やってる皆さんってどんなものを使ってやってるんですかね。別個カメラとかを買ってやってる人も、そんなちゃんとやってる人もはちゃんとやってるでしょうけど、お手軽にやってる人はやっぱスマホパソコンなんですかね。わかんないけど、それでパソコンの方にしようって決めて、あとはですね、
結局こう声の音声の音量とかね、そういうのもライブだとリアルタイムだから後々ちょっとちっちゃくしたりとか大きくしたりとか調整もできないじゃないですか。だからマイク的にも大丈夫なんかなとかいろいろ思ったんですけど、そう考えるとパソコンのウェブカメラ、このパソコン内蔵のね、そこのとかマイクもそこに内蔵されてるわけですけども、離れすぎちゃうと声とかがね遠くなっちゃうし、近すぎるとアップすぎちゃうしとかいろいろ一人でねあれこれねこうちょっと考えてたりとかしたんですよ。で一番の問題はね、私は自分のこの YouTube チャンネルでは顔出しは絶対にしないって決めてるんですよね。でなんでかっていうとやっぱりこう顔っていうのはさっていうかその人の電話番号とか住所とかと同等くらいの個人情報だと思ってるんですね、私は。ちょっと角度は違えど、その重要度、個人情報としてのそのあれとしてはもう本当電話番号とか住所に匹敵するぐらいの個人情報だと思ってるんで、なので顔出しはもう一切しないっていうのは決めてるんですね。でもし顔出しをしても、例えば私がこう自分自身で責任を取れるぐらいの何かを持っていればしてもいいっていうのはあるんですけども、私はね完全にぼっちで生きてるわけですから、なんか困ったことがあったりとかしても、頼れる人はいないわけですので、自分一人で全てこうある程度こうハンドリングできる範囲内につまりリスクも小さく留めておく必要があるというね、自己責任がございますので、いろいろこう能力っていう部分もあれば、単純にねこの動物的な腕っぷしっていう部分もありますので、最低限はそういうのも持っているつもりではあるんですけども、年齢とともにねこう戦闘力とかいうのも衰えてきますし、足の速さっていうのも遅くなってくるもんなので、自分自身で自分を守るし、何かあった時に自分で対処もするしっていうのを考えた時になるべくいろんなリスクは避けておかなければならないなっていうのもあるので、そう考えると顔出しするメリットとデメリットを天秤にかけた時、デメリットの方が明らかに多すぎるっていうのがあるので、そういう意味でね顔出しは絶対にしないし、その辺は自分で自分の人生責任取るっていう意味では結構気をつけなければならないなっていうふうには思ってますねっていう、そんな感じです。ということもあって顔出しをせずにどうやってやるかっていうことなんですけども、他のねこのライブ配信されてる方のやつでねこう顔から下、首から下の部分だけをこう映して、だから結構こう体はアップで映ってるんですけど、それでライブ配信やってる方のねやつとかも見たことあるんですけども、それをやろうとするとね結局パソコン内蔵のウェブカメラなんでね、私はラップトップなんですけども、ノートパソコンなんですけども、そうするとこのパソコンのねモニターの部分をこう角度をこう下側斜め下にすることによって顔は映らないようにはできるんですけど、そうするとねいかんせんコメントとかがね読みにくいとかね、そういうのが出るので、この画面からね離れすぎるとこうマイクを声が拾うのもね遠くなっちゃうとかそういうのもあるんで、なのでねちょっと考えた結果この画角的には頭の上まで入れるように映るけれども、顔はもう物理的に何かマスクとか仮面とかで隠すのが一番いいなっていう結論に達したんですね。でなんか面白いからなんかそういう仮面とか作ってみたかったんですよ。例えばツナボーイっていう YouTuber さんご存知の方もいるかと思うんですけど、元三つ星どっかのホテルかなんかのレストランのこう料理人で、その方がいろいろ料理作ってすげえ面白いんですけど、その人の動画すごいいろんなセンスがあるんですよ。その人動画もうクリエイ
ターとしてすごいセンスがあるんですよ。ディレクターとかいなくてあの内容一人で作ってんだったらすごいなと思うんですけど、ちょっとそれはいいとして、そのツナボーイみたいに自分で段ボールとかでツナボーイのツナのマグロのお面みたいなのを真似して自分でも作れたら一番いいなと思うんですけど、そんなめんどくさいことちょっとできないんでとりあえずこう顔を隠すものは後々考えるとして、とりあえずは今自分家にあるメッシュのマスクをしてサングラスをしてフードかニット帽をかぶるっていうね、指名手配スタイルでいこうかなっていうふうに思ってますね。うん、そうそう、そんな感じで、なのでね、そのうちちょっとね、なんていうんだろう、ちょっとテスト的なね感じで、ライブ配信1回やろうかなっていうふうに思ってます。で、やる前にはね、文章での投稿で何月何日の何時ぐらいじゃダメですね。何時にライブ配信をやりますみたいな感じでね、なんかそういうのをね、一応お知らせはねしようと思います。できたらね、誰かがこう参加してコメントの一つでも打ってくれないと、コメントが来た時どんな感じでこう見れるのかなとかねそういうのがチェックできないんでそうそう、だからこう一応ね、テストとしてね一回こうライブ配信をねやってみようかなって思います。なのでテストでやって、コメント打ってくださる方と、こういろいろ、私は喋ってこう視聴者の方はコメントでっていう感じでちょっとやり取りをいくつかして、そろそろ喋ることもねえなっていう感じになったら適当にやめてっていう感じで、とりあえず一回試しにやってみようかなっていうふうに思ってますね。その時はね指名手配スタイルでいこうと思いますので、メッシュのマスクと、お気に入りのオークリーのサングラスをかけて、で頭はフードか帽子をかぶってやろうかなっていうふうにね思っております。そんな感じですねちょっとねいつになるか分かんないです。それもまたねちょっとやる気がすぐ起きないかもしれないし、ふと急にやろうって思うかもしれないし、一応ねいきなりやらずに、そうですね、前日とかにねその投稿で一応お知らせはできたかなっていうふうには思ってますね。本当は昼の方がねいいんですけどね、夜喋るとちょっと隣の部屋とかにいろいろうるさかったら嫌だなと思うんで、どれくらい隣の部屋に聞こえてるのかちょっとよくわかんないんですけど、そうそう、そんな感じで、そんな感じのここ数日でございました。ということで、それではまた。